どうもさっさんです。今回はですね、スマートホームというかスマートロックについてですね、皆さんスマートロック系の製品使ったことありますでしょうか。僕はですね、今までこちら使ってたんですよ。右側がスイッチボットのスマートロックプロっていうもので、左側がねそれと一緒に使うための指紋認証パッドっていう製品になります。このスマートロックっていうものがね、どういった製品かよくわからないっていう方いると思いますので、簡単に説明すると、まずこっち側を玄関のドアの内側、鍵のところに両面テープでくっつけるんですよ。この部分で鍵の持ち手を挟み込むような感じですね。そうすることによって、家のドアの鍵を使わなくても、スマホのアプリからね、その鍵の開け閉めっていうのを操作できるようになります。正直それだけであればね、あんまり便利だとは思わないんですけども、こっちと組み合わせることによってめちゃくちゃね、利便性アップするんですよ。これ一緒に使ってあげると、指紋認証でいちいちスマホのアプリ立ち上げなくてもロック解除できたりとか、番号入力で鍵を開けるってこともできますし、付属のカードキーを使ってね、鍵を開けるっていうこともできます。そんなわけで今まで非常にね、これ便利に使ってはいたんですけど、ちょっと気になる点があるっていうのと、あとは外部機器との連携がしたくてですね、今回新しくこちらですね、キャンディーハウスっていうところのスマートロックセットを購入してみました。なので今回ね、こちらセットアップして、実際どんな感じか、スイッチボットから乗り換えてね、便利になるのかとか、気になる点なんかもね、あればお伝えできたらなと思っております。今スマートロック気になってるんだよななんて方はぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。ということで早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはですね、なんでこのスイッチボットからセサミに乗り換えるのかっていう理由、詳しくお話ししたいと思います。僕は今までね、このスイッチボットロックと指紋認証パッドの組み合わせで、この指紋でね、ロック解除していたんですよ。で、この精度について結構高いんですけども、スマホの指紋認証とかそういったものに比べると精度は劣っちゃうんですよね。だいたい 80% か 90% ぐらいのね、確率でロック解除できるなっていう感じ。できればね、もっと確実でさらに早い方法でね、ロック解除できるのがいいなと思ったんですよ。それとこれを使ったロック解除の方法は、指紋認証と番号入力とカードキー、この3つなんですね。できればスイッチボット以外の製品と連携してね、ロック解除したいなと思ったんですよ。例えば Apple Watch だったりとか、スマホをね、かざしてロック解除するとか、そういったことにね、対応してる方が、さらに使いやすくなるだろうなとも思いました。で、もう一つ気になる点があって、このスマートロックで非常に便利だと思ってるのが、その鍵の開け閉め、アプリとかを使って開け閉めできるってことだけじゃなくて、ドアを閉めた時にオートロック機能が使えるんですよ。これのおかげで鍵の閉め忘れがなくなるので、僕はね、めちゃくちゃそれ重宝してるんですけど、このオートロックね、失敗する時があって、10回から15回に1回ぐらいね、オートロックされない時があるんですよ。それね、結構問題じゃないですか。例えば夕方に宅急便が届いて受け取りました。で、その後ね、オートロックされなくて夜間鍵が閉まってないみたいなこともね、あり得るので、そこが結構ね、気になってたんですよ。で、次はですね、なんでこのスイッチボットからの乗り換え先がセサミなのかっていうことについてなんですけども、セサミはスイッチボットと違って、いろんなね、外部機器と連携してね、ロック解除ができるんですよ。指紋認証とか番号入力、もちろん対応してますし、Apple Watch、Suica、あとは今僕エブリングつけてるんですけど、このエブリングともね、連携して鍵を開けることできるみたいです。その他にも支払い対応してるスマートウォッチとかだったらね、使えると思いますし、詳しくは公式サイトで自分のデバイスね、対応してるか確認してほしいんですけど、結構ね、いろんなもの使えるみたいなんですよ。そこがめちゃくちゃ魅力的だっていうのと、導入コストもね、これセサミめちゃくちゃ安いんですよね。今まで使ってたスイッチボットロックプロとこの指紋認証パッド、今 Amazon で見てみるとセットで、だいたい23,000円ぐらいです。セールの時は19,000円ぐらいでね、この2つ買えるんですけど、通常時は23,000円ぐらい。それに対してセサミはどうかというと、僕は今回ね、セサミ5 Pro とタッチプロ、この2つ購入したんですね。これ注意してほしいのが Amazon とかその他家電量販店で買うと割高になっちゃいます。公式サイトで買うとね、結構値段安くて、セサミ5 Pro が6,980円、タッチプロは3,980円なので、この2つ合わせてだいたい11,000円ぐらいです。で、もっと安いね、セサミ5っていうやつもあるんですよ。そっちはね、3,980円
なので、このね、ロック解除に必要なタッチプロと合わせても大体8000円ぐらいで導入できちゃいます。スイッチボットに比べて、ものによっては半額以下ということでね、めちゃくちゃコスパ高そうですよね。ちなみになんでセサミ5じゃなくてセサミ5プロにしたのかというと、プロの方がね、動作音が静からしいんですよ。意外とこのね、スマートロックの動作音ってうるさいので、一応ね、プロにしてみました。で、一応注意点として、スイッチボットの方は最初からこういったね、センサーが付属してます。これをスマートロックと一緒に設置することによって、今ドアが閉まってるのか開いてるのかっていうのを認識できるんですね。でもセサミの場合はそういうセンサーが付属はしてないんですよ。別売り1000円になってて、僕もね、気づかなくて、今注文してまだ届いてないっていう状況です。そのセンサーも一緒に欲しいっていう方はですね、忘れずに注文するようにしましょう。はい、ということでちょっと前置き長くなってしまったんですけど、早速ね、開封して設置していきましょう。まずこちらがですね、セサミ5 Pro の本体でございます。こんな感じ。サイズとしてはですね、二回りぐらいちっちゃいかな。本体の素材は樹脂製ですね。スイッチボットロックプロは金属製で非常にね、質感高いし、なんかしっかりしてるなという感じあったんですけど、セサミはね、ちょっと安い分、その辺はね、コストカットされてるんでしょうね。はい、セサミ5 Pro の内容物、こんな感じですね。本体と設置する位置のね、高さを調整するためのアタッチメント、取り付けのね、説明書と予備の両面テープ2枚ついてます。で、アタッチメントを使うためのネジとドライバー。これ電池で動作するようになってるんですけども、最初からね、中に入ってるみたいですね。ここがカバーになっていて、これ普通に取れますね。電池は CR123AH ってやつを2本使います。公式サイトで交換用700円でね、販売されてました。ちなみにスイッチボットロックプロは単3電池4本でね、動くので、こっちの方がね、その点はいいなと思ってます。はい、続いてね、セサミタッチプロも開けていきましょう。ちなみにね、アプリでしか開けたり閉めたりしないっていう方はこれ必要ないです。僕はあくまでね、指紋認証とかリングでね、解除っていうのをやってみたかったので、これも買いました。値段安いんでね、一緒に買っちゃってもいいと思いますけど。はい、こちらの内容物、本体と取り付け説明書と予備の両面テープ。これどうやって電池のカバーを開けるんだ？こうか。で、ネジを外すと。これね、電池2本付属してるんですけど、4本までね、これ電池入れることできるんですよ。もちろん2本でね、動くから2本しかついてないんですが、バッテリー交換ね、頻繁にしたくないっていう方は最初にね、もう4本入れちゃってもいいかもしれないですね。で、基本的にこの2つ設置するときは、両面テープでね、もうドアの内側と外側にくっつけちゃうっていう風になるんですけど、オプションでマグネットが販売されてるんですね。これ今回僕ね、2台分買いました。1台分1000円なので2000円です。これがあれば両面テープでドアにね、もうベタっと貼り付けなくて済むんですよ。簡単に着脱できるようになるので、ほぼほぼ必須かなと僕は思ってます。特にこのセサミ5 Pro の方は電池交換するとき1回ね、外さないと無理そうなので、両面テープでくっつけちゃったらちょっとね、大変そうですよね。やっぱりこっちはね、せめてマグネットくっつけた方がいいかなと思いますね。はい、じゃあここからね、いよいよ設置していきたいんですけど、まずね、アプリインストールします。なぜかね、これ、QR コードでアプリインストールできなかったんで、自分でね、調べてインストールしました。じゃあ、セサミの登録から、新規デバイス、来ましたね。反応がいい。とりあえずね、ちゃんと認識されてるな。で、もう1台セサミタッチプロ。はい、来ましたね。で、今この2つ連携できてない状態なので、これですね、セサミ追加。セサミ5 Pro。もうこれでできましたね。あとは一応 IC カードの管理ももうやっとくか。セサミタッチデバイスに近づき、プラスアイコンを押して IC カードをかざす。早い。もうね、エブリング登録できました。名前もね、わかりやすいように変更して、Apple Watch もやっときますか。はい、Apple Watch もできました。めちゃくちゃね、なんか認識早そうな感じ。スマホも多分できるよね、これ。はい、スマホもいける。いや、めっちゃいいな、これ。いや、スイッチボットがね、これできればよかったんだけど。一応、指紋のね、登録もしておきます。
これ角度を変えて何度も同一の指を登録すると認識率向上って書いてるんですけど、何回もやるとこういう風にねどんどん増えていっちゃうみたいですね。それはしょうがないのか。最大指紋認証100個までね登録できるんですけど、いろんな角度で登録するとなると指10本とかそんぐらいしかねできないって思った方がいいかもしれないな。一応設置する前に OS も更新しときます。で次がですね、この鍵サムターンを挟む部分の、調整ですね。この幅をデフォルト一番狭い状態になってるんですが、これを広げてあげたりとか、あとはですね高さをねもうちょっと出してあげるということもできるみたいで、僕んちのドアの場合この幅はねこの一番狭い状態でいいんですが、高さはねこのデフォルトの状態で当ててみたらもうちょっと欲しかったので、これは調整してあげます。このネジをね一回外して引っ張ればいいらしい。はい、これでネジ穴1個分ね引き出したんですけど、もう1個ねあるみたい。ここですね。横から見てみるとねこんな感じですね。結構高さ違いますね。とりあえずねこれで使います。はい、両側引き出してみたんですけど、これでねサムターンに合わせたらちょうどよくなりました。はい、そしたら次はこのアタッチメントの取り付けですね。これ使わなくてもね高さドアとサムターンとねぴったり合う場合はいいんですけど、僕のね家のドアの場合は合わなかったので、こんな感じでですねちょっと高さを出して、でここにマグネットをね、貼り付けてドアにくっつけて使うっていう感じですね。当たり前なんですけど、マグネット使う場合はですねこの高さマグネット分もね計算してネジ止めしてあげる必要があります。ちょっと画像だとね分かりにくいかもしれないんですけど、僕んちのドアの場合は、1コマだけでしたね。これでネジ止めします。はい、こんな感じで、今回僕はね設置にこのマグネットを使うのでやらないんですけど、両面テープで貼り付けるときはこういう風にねマスキングテープとかを使ってちゃんと位置を合わせてから両面テープでくっつけるようにするっていう感じですね。マグネットを使う人はね微調整いくらでもできるので、別にやらなくていいかなっていう風に思います。こうやって両面テープくっつけて、で両面テープにこのねマグネットを乗せるんですよ。これ結構ギリギリだったな。もっと角にやった方がいいなこれ。はい、マグネットの位置がですね微妙にずれてるような気がするんですけど、大丈夫でしょう。でこのままでもねもちろんドアにくっつくんですが、この滑り止めのねシートっていうのも付属してます。多分これなしだとね鍵開けたり閉めたりしてるうちにずれたりしちゃうということなんでしょうね。はい、できました。こんな感じですね。いや、このマグネットでね、着脱できるようにしてるのマジで神だな。こういうスマートロックって取れたら困るので、両面テープの粘着力本当にすごくてね、一回貼ったらなかなか取れないんですよ。これがあればね、もう電池交換の時だろうが、引っ越しだろうが、簡単に着脱できるんでね、めちゃくちゃいい。はい、というわけでマグネットの取り付けどっちもできました。これをドアに設置して、設定をちょっとやったら、もう使えるようになると。じゃあドアにね、つけてみましょう。はい、じゃあドアにね取り付けて設定したいんですけど、僕んちの鍵ねこういうなんか格納式なんで、これ引き出した状態でこうやってねつけます。マグネットすごっ。こんなもんか。本当に全然ねずれなそうな感じ。でもやっぱりねちょっとずれても一回取ってまたつけてっていうのができるので、マグネットマジでいいな。これでね簡単に開け閉めできるようになってるので、次はアプリでセサミ5 Pro、角度の設定かな。今これが施錠されている状態なので、これ施錠の位置を固定する。で次が開けた状態で解錠の位置固定。これでいいはず。設定めっちゃ簡単。じゃあアプリの操作でね施錠と解錠を試してみます。いきます。はい、これで施錠できたと。じゃあ次解錠。てかめちゃくちゃ反応早いアプリ。はい、続いてはですね、タッチプロについてですね、これ設置はね、ドアにもマグネットでパチってくっつけるだけなんで、設置はね、割愛したいんですけど、動作テストね、してみたいと思います。どのぐらいの速度でね、開けたり閉めたりできるのか。今、鍵がね、解錠されている状態なので、施錠してみます。いきます。早っ一瞬なんだけどガチで。で、解錠についてはとりあえずパスコード仮で1っていうだけにしたので、これでいきます。やばい、めちゃくちゃ早い超絶爆速なんですけど。で、閉めるときまたこうでしょう。やばいなこれ。指紋認証もいってみます。指紋認証はねちょっと時間かかるような気がするな。もう一回指紋いきます。
やっぱりね、指紋認証はちょっと読み取りのなんかね、時間がかかってる気がしますね。じゃあ3つ目、このエブリングいきます。うわ、エブリング早えな。エブリングもう一回いきます。これ超便利かも、マジで。はい、4つ目、Apple Watch いきましょう。Apple Watch もめっちゃ早いわ。多分このエブリングと Apple Watch は一緒かもしれないですね。で、Suica とか持ってて登録してる人は、それも同じくらいの速度なんじゃないかなと思います。全部 IC でね、やってるんで。いや、めっちゃいいわ、これ。一応アプリから操作する速度もね、お見せしたいと思います。いきます。最強すぎるな、これ。本当に一瞬。はい、というわけでですね、今回はセサミ5 Pro とセサミタッチ Pro ね、2つ導入してみたんですけど、めちゃくちゃ良かったですね。これ予想以上に本当に良かったなと思いました。まずね、なんといっても導入コストの低さ、2つ導入したとしても大体半値ぐらいで済むし、それでいて性能めちゃくちゃ高いと。性能っていうか、解錠と施錠の速度ですね。もう本当に一瞬じゃんって感じですね。スイッチボットを使ってる時もね、こんなもんかっていう感じで、めちゃくちゃ遅いなとかそういう風に思ったことはないんですけど、もう比べるとね、全然違うなと思いましたね。で、さらにオプションにはなるんですけども、やっぱりマグネット。これはね、もちろん設置できないドアの方はね、申し訳ないんですけど、設置できるドア、金属のね、マグネットがくっつくドアの方は、もうほぼほぼ必須と言っていいぐらいね、便利なものだなと思いました。両面テープだとね、設置するときちょっとずれちゃったとかってなっても、もう修正するのが難しいし、めんどくさいんですよ。それが一瞬で直せちゃうし、引っ越しするってなった時もね、もう外して次の家に持っていけばいいだけなんでね、またマグネットでくっつけると、もうそれだけでいいっていうのは超お手軽だと思います。で、最後なんといってもね、Apple Watch だったりとか、僕で言うとエブリング、あとは Suica とかね、そういう IC カード系のものをね、登録しておいて、それで鍵に使えると。この時のね、解錠速度もめちゃくちゃ速いし、後もね、何回か試してみたんですけど、本当に速いし、正確なんですよね。いや、これマジで買ってよかったな。もうベストバイ入りは間違いないなと思ってます。ただ一応ね、注意点というか、導入検討されている方に知っておいてほしいことがいくつかありまして、動画内の繰り返しにはなるんですけど、採用されている電池、若干特殊というか、特殊ではないのかな、どうなんだろう。もちろんネットで簡単に買えるので、あんまり気にする必要ないかもしれないんですけど、コンビニとかにはね、売ってなさそうなね、電池かなとは思いました。あと値段もね、ちょっと高めだしね。で、2つ目がオープンセンサー。これが別売りっていうことですね。僕もね、まだ届いてないんですけど、特にオートロック使いたい方はね、オープンセンサー一緒に買っておいた方がいいと思います。スイッチボットは最初からついてるし、あとね、セサミのオープンセンサーは電池式らしいんですよ。その電池がね、なんか10年ぐらい持つらしいので、あんまりね、その電池の容量とかは気にしなくていいかもしれないんですけど、スイッチボットはね、最初からついてくるし、電池式じゃないのでね、急に使えなくなるとか、そういった心配もなかったので、そこも若干違いはあります。で、これはスイッチボットも一緒なんですけど、離れた位置からね、鍵の施錠とか解錠したいってなったら、ハブが必要になるんですよ、別売りの。このハブもね、セサミの場合は安くて2000円ぐらいでね、買えちゃうので、あんまりね、負担にならないなとは思ったんですけど、そのハブってね、いろんな他のデバイスをね、連携するときにも使えて便利なんですよ。ただ、セサミの場合はね、そもそもスマートフォン向けのデバイスあんまり出てないので、そこはね、今後に期待したいなと思いました。スイッチボットって本当にね、たくさんの製品あって、僕はですね、結構いろんな製品使ってるので、完全に移行とかはね、できないんですよね。なので、離れたとこから操作したいってなったら、ハブも2個になっちゃうし、あとアプリもね、2つになっちゃいます。そこがね、ちょっとめんどくさいなとは思いました。しょうがないんですけどね。ただ、本当にね、導入してよかったなと思ってますので、スマートロックね、興味ある方、ぜひね、動画の概要欄のリンクからチェックしてみてください。こんな感じで普段からいろいろなガジェットたくさんレビューしてますので、よろしければチャンネル登録して応援していただけますと嬉しいです。というわけで今回は以上、次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。